健二さん、今日はお手元の新しく研究報告書、卓球ラケットにおける構成素材の形而的劣化と環境変化に伴う構造的影響についてじっくりお話を伺いたいと思います。副題がまたメーカーやベテランが教えてくれない真実となっていて、前回の異質ラバー編以上にドキドキします。卓球を始めたばかりの頃は、ラケットって一度買ったら一生ものとまでは言わなくても、折れたりしない限り数年は変わらずに使えるイメージがありましたけど、実際はどうなんですか？美咲ちゃん、残念ながらそれは大きな誤解なんだ。今回の報告書の導入部でも明確に定義されているけど、ラケットは単なる木の板じゃない、天然木材、特殊素材、そしてそれらをつなぐ接着剤が一体となった精密なトランスデューサー、つまり振動変換器なんだよ。製造された瞬間から周囲の湿度や温度、そして打球による衝撃で物理的科学的な変質が絶えず起きているんだ。トランスデューサー、私の打球感を手に伝えるメッセンジャーみたいなものですね。確かに調子がいい時と悪い時でラケットの響きが違って聞こえることがありますが、それは私の気分のせいだけじゃなかったんですね。そう、材料工学的な視点によれば、劣化には木材の変質、接着層の変質、構造的疲労の3つの側面がある。特に天然素材である木材の吸湿性、ハイグロスコピティがラケットの運命を左右する最大の要因なんだ。一方で面白いのは劣化だけじゃない。接着剤の種類によっては時間が経つことで性能が向上する熟成のプロセスもあるんだ。今日はなぜ古いラケットが化けることがあるのか、逆に死んだラケットとはどういう状態なのか、各種専門論文を紐解きながらそのメカニズムを詳細に解き明かしていこう。生きているという言葉が重く響きますね。私たちが使っているその瞬間もラケットの中ではミクロな変化が起きている。その正体をこれから20のパートに分けて深掘りしていきましょう。引き続き全体の総括ですが、レポートの後半にある湿気と乾燥の繰り返しという部分、これがラケットにとって最も破壊的なんだそうですね。単に湿っているより乾いたり湿ったりする方が悪いんですか？その通り、単に湿気が高い場所に置きっぱなしにするより、湿潤と乾燥を繰り返す乾湿サイクルの方が木材の細胞構造に不可逆的なダメージを与える。レポートではこれをメカノソルプションという木材化学の概念で説明しているよ。湿気で緩んだ繊維に打球の衝撃が加わると歪みがそのまま固定されてしまうんだ。歪みが固定される、それは怖いですね。でも一方でベテラン選手が10年もののヴィンテージが最高だなんていうのも単なる思い出補正じゃないんですよね。そこがこの報告書の目玉だね。 TT ギアラブの合板比較テストでも言及されているユリや樹脂の結晶化という現象だ。古いラケットに使われていた接着剤が5年10年という歳月をかけてガラス状に固まることで、新品値よりも高い反発力と広いスイートスポットを獲得することがあるんだ。最新のポリウレタン接着剤を使ったラケットには寿命がある一方で、古い時代の設計には時間を味方につける未知の可能性がある。劣化して性能が死んでいくのか、それとも結晶化して黄金の熟成期を迎えるのか、その分かれ道がどこにあるのかを知ることが現代のプレイヤーにとっての生存戦略になりそうです。まさにこれから各章の詳細に入っていくけど、自分のラケットが今どのステージにいるのかを想像しながら聞いてほしいな。環境を味方につけるか、それとも環境に壊されるか、その制御方法についても詳しく触れていくよ。2025年最新の機材、例えばジェネクション V2C のようなハイテク機材を使いこなすためにも、まずはこの土台となる知識が必要なんだ。それでは具体的な内容に入っていきましょう。まずはラケットの主役、木材の構造についてです。そもそも木材って科学的にはどういうふうに組み合わさっているんですか？報告書の第2章にある通り、木材は主にセルロース、ヘミセルロース、リグニンという3つの高分子からできている。セルロースは木材の骨格を作る結晶性の高い成分で、リグニンはそれらを固めるコンクリートのような役割だ。いわば鉄筋コンクリートのような強固な複合構造を細胞レベルで作っているんだよ。なるほど。骨組みのセルロースと固めるリグニン。じゃあ残りのヘミセルロースはどんな役割なんですか？これがラケットの寿命において最も重要なんだ。ヘミセルロースはセルロースとリグニンをつなぎ合わせるマトリックスとして機能しているんだけど、非常に浸水性が高くて湿気の影響を受けやすい弱点でもあるんだよ。浸水性、つまりお水を吸い込みやすい成分なんですね。その通り。木材保存学の基礎データによれば、木材の普及や劣化の初期段階では見た目よりも先にこのヘミセルロースが分解されて曲げ強度が急激に低下する。見た目が綺麗でも内部のヘミセルロースが湿気でやられているとラケットの芯がなくなってしまうんだ。
セルロースの繊維を支える力が失われるからだね。木材の3成分のうち、どれが最初にダメージを受けるかを知ることは、自分のラケットのコンディションを維持するための材料工学的な基礎知識なんですね。そう。このヘミセルロースの結合が切れると打球感からコシが消える。外見からは判断できない劣化の始まりなんだよ。今のヘミセルロースのお話、もう少し詳しく教えてください。強度が落ちると実際に打球にはどう影響するんですか？芯がなくなると言われても具体的にどう感じるものなんでしょうか？ヘミセルロースに含まれるアラビナンやガラクタンといった多糖類成分が消失すると、木材の最小単位であるマイクロフィブリルという微細構造を支えられなくなる。マイクロフィブリル構造の力学研究によれば、重量の変化、つまりラケットが重くなったり軽くなったりする変化が起きるよりはるか手前で、衝撃に対する強度がガクンと落ちるんだ。打っても飛ばない、いわゆるラケットが死んだ状態の原因の一つがこれなんですね。打球感が鈍くなるというか。そう、繊維の結合がスカスカになることで、打球時のエネルギーが木材内部の摩擦として逃げてしまうんだ。これを物理学では内部減衰と呼ぶけど、結果として反発係数が低下し、ボールが重く感じるようになる。あるいは手に伝わる感覚がべちゃっとした不快なものに変わるんだよ。しかもこれ、一度壊れたら不可逆的、つまり元には戻らないんですよね。残念ながらね、一度分解されたヘミセルロースを復活させる術はない。だからこそ日頃から湿度の管理を徹底して分解の引き金となる加水分解を防ぐことがラケットの寿命を伸ばす唯一の道なんだよ。梅雨の時期に湿ったままバッグに入れっぱなしにするのはラケットの寿命を数ヶ月単位で削っているのと同じだと考えた方がいい。一度失われた腰は戻らない。だからこそ予防が全てということですね。次は最近流行っている熱処理された木材についてです。ビクタスのスワットなどに使われている SW テックが有名ですよね。燻製にするみたいに加熱することで性能が変わるとか。あれって劣化とは違うんですか？そうだね。ビクタスの技術資料や SW テックの解析データにある通り、170度から200度の高温で加熱すると、あえてヘミセルロースを部分的に分解し、木材を疎水性、つまり湿気に強い状態に作り変えることができるんだ。水分を吸いにくくすることでコンディションの変動を抑えているんだよ。それってメリットばかりに聞こえます。軽量になるし、硬くなってよく弾むようになるとか、新品の時からヴィンテージのような使い心地が手に入るんですよね。まさに人工的な老成木を作っているわけだ。初速は速くなるし、感触も心地いい。でも今回の報告書はこれに警鐘も鳴らしている。熱処理が強すぎると木材の塩性が失われ、物理的な衝撃に対して非常に脆くなるんだ。熱処理による非弾性率の向上と引き換えに破壊エネルギーがどう低下するかを考える必要がある。なるほど。加熱することで木材の細胞壁が結晶化に近づけるけれど、同時に接着剤の役割を果たすリグニンまで変質させてしまうリスクがあるんですね。その通り、210度を超えるような過度な処理は曲げ強さを半分近くまで落としてしまう。熱処理ラケットは購入直後のパフォーマンスは最高だが、数年スパンでの構造的な賞味期限は未処理のラケットより短い可能性があるんだ。この初期性能の最大化と長期的安定性のトレードオフを理解して選ぶのが賢いプレイヤーの姿だね。ラケットが受けるダメージは環境だけじゃないですよね。私たちが練習でボールを打つこと自体が少しずつダメージになっている。毎日何百回、何千回と打つわけですから。美咲ちゃん、その感覚は非常に正しいよ。トップ選手の打球は時速100キロを超える。その衝撃はわずか 2.7 グラムの軽いボールであっても、木材の繊維を繰り返し圧縮伸長させるんだ。打球衝撃の累積疲労シミュレーションによれば、週に5日、本格的に練習する選手なら、ラケットはその一生で数百万回もの衝撃を経験することになる。数百万回、想像もつきません。その結果、木材の細胞壁に微細なズレが生じていくんですね。そう。これが物理的疲労だ。材料工学的には弾性限界を超えない程度の衝撃であっても繰り返されることで微細クラックや繊維間剥離が進行する。長年使い込んだラケットが柔らかくなったと感じるのは単に慣れたからではなく、繊維の結合が緩んで内部摩擦でエネルギーが散逸しやすくなっているからなんだよ。反発係数が落ちて振動が早く消えるようになる。なんだかエネルギーが吸い取られる感じでしょうか。打球感がぼやけるという現象の物理的な正体だね。水分による軟化と物理的疲労が組み合わさると、ラケットは徐々に弾まない板へと変質していく。
これを完全に防ぐことはできないけど、大切に使うことでそのスピードを遅らせることはできるはずだ。この蓄積された疲労が限界を超えると、ある日突然折れるわけではなく、ただ、性能が死ぬんだ。さて、ここからがレポートの浸水、接着剤のお話です。ラケットの木と木を張っている糊が、実は性能を支配している第3の素材だという指摘。これ目から鱗でした。みんな木の種類ばかり気にしますもんね。多くの人は何枚合板かとか上板が何かばかり見るけど、接着層はブレード全体の合成と振動の減衰を制御する隠れた主役なんだ。 TT ギアラブによる接着層の形状変化分析によれば、現代のラケットと数十年前のヴィンテージラケットでは使われている樹脂の化学的性質が根本から違うんだよ。現代のラケットはポリウレタン PU 系やエポキシ系が主流なんですよね。これらはどういう特徴があるんですか？これらは柔軟性が高くて衝撃に強く、接着強度も凄まじい。だから製造直後の性能は非常に安定しているんだ。でも弱点もある。一方で1970年代から80年代のラケットによく使われていたユリア樹脂 UF 樹脂は経年変化で非常に面白い挙動を示す。接着剤の種類によって数年後のラケットがただの劣化した板になるか、至高の熟成機になるかが決まる。まさにその通り。この樹脂の化学的な性質がラケットの第二の人生を決定づけると言っても過言ではないんだ。現代の接着剤は長持ちさせることに主眼があるが、昔の接着剤は使い込むことで完成するという意図せぬ副産物を生んでいたんだよ。接着剤の進化がラケットの熟成を止めてしまったというパラドックスについても考えるべきだね。今のラケットの主流、ポリウレタン系接着剤、衝撃に強くて扱いやすいイメージですが、数年で性能が落ちる、寿命があるって本当ですか？なんだか電化製品の寿命みたいで切ないです。残念ながらこれは高分子化学における加水分解の基礎理論で説明される避けられない宿命なんだ。ポリウレタンの分子構造にあるウレタン結合は空気中の水分と反応して徐々にその鎖がプチプチと切断されていく性質がある。湿度の高い日本の夏なんてポリウレタンにとっては地獄のような環境ですね。その通り、ウレタン結合が劣化して強度が落ちると木材の層と層を一体化させていた力が弱まり、打球時にエネルギーのロスが発生しやすくなる。選手がなんだか打球感がぼやけてきたとか、芯に当たった感じがしない、スカスカするというのは、この加水分解が進んで接着層が木材の振動をうまく伝えられなくなったサインなんだよ。寿命はだいたい5年から10年くらいとありますね。そう、プロレベルの繊細な感覚を持つ選手なら2、3年で腰がなくなったと気づくかもしれない。高反発な最新ラバー、例えばジェネクション V2C のようなハイパワーなラバーを貼るほど、この接着層のへたりは顕著にプレーに影響する。土台がしっかりしていないと、ラバーの性能を引き出せなくなるからね。この劣化は表面からは見えない。だからこそ定期的な買い替えや厳重な湿度管理が必要になるんだ。ここからは、レポートが明かす真実編の始まりです。先ほどちらっと出たユリア樹脂の話。これが本当に衝撃的でした。5年以上経つと、ラケットが新品時より弾むようになるなんて、普通は信じられません。これが TT ゲアラブが提唱するユリア樹脂の結晶化理論の秘密だ。ヨウ素とホルムアルデヒドを原料とするユリア樹脂は、実は製造直後には完全に反応しきれていない部分があるんだよ。それが数年、10年という歳月をかけて樹脂内部で結合し続け、最後に結晶構造を形成するんだ。結晶。つまり、液体っぽさや粘り気が完全になくなってガラスみたいにカチカチに固まるってことですか？正解。製造から数年でこの高硬化が完了し、結晶化度が劇的に向上する。すると接着層が単なる糊ではなく、ブレード全体のズレを強力に拘束する極めて硬質なプレートに進化するんだ。その結果、スイートスポットが物理的に広がる。これまさに魔法ですよね。物理的には無駄な振動が抑えられ、エネルギーロスが極限まで減るからだね。芯を外しても結晶化した接着層がしっかり衝撃を全体に伝えてくれる。中古市場で古いラケットが高値で取引されるのは、この熟成された接着層が最新の PU 接着剤のラケットには絶対に出せない異次元の反発力と安定感を生んでいるからなんだよ。このプレート化が合板の各層をどう一体化させ、反発係数をどう押し上げるか、その力学的な詳細も非常に興味深いんだ。上級者がよく言うコシがあるのに乾いた打球感とか枯れた音。これも今のユリア樹脂の結晶化と関係があるんですか？
よく昔のラケットは音が違うなんて言われますけど、密接に関係しているよ。粘弾性、つまりゴムのような粘りを失ってガラス状になった接着層は衝撃を吸収せずに鋭い振動として手に伝える。これがクリスクな打球感の正体だ。TT ギアラボの分析によれば、結晶化した接着層はブレード内部の音速を向上させるというデータもありました。そう、弾性波の伝播速度が上がるんだ。ボールが当たった瞬間に即座に弾き返す。あの独特の鋭いフィーリングは熟成された接着層があってこそ成立する。現代の PU 樹脂ではこのキレを再現するのは非常に難しいんだ。PU 樹脂はいつまでも柔らかさや粘りを維持しようとしますもんね。そうなんだ。もちろんそれは安定感やコントロールのしやすさというメリットになる。でもかつての連接的なラケットのような、打った瞬間にボールが消えるようなキレを求めるなら、やはりユリア樹脂の結晶化という時間をかけたプロセスが不可欠なんだ。古いラケットを愛用するプレイヤーは無意識にこの音速の速さを求めているのかもしれないね。この枯れた打球感は単なる劣化ではなく、材料が極限まで洗練された結果だと言えるんだよ。ここからさらに現代のプレイヤーが直面している切実な問題に踏み込んでいきます。水溶性接着剤に入れるダメージについてです。ラバーの張り替え、私たちはメンテナンスのつもりでやっていますけど、これが逆にラケットの寿命を削っているって本当ですか？これは非常に皮肉な話だけど事実なんだ。ウィザード株式会社のメンテナンス白書やゼビオのケアガイドでも指摘されている通り、2007年のルール改正以降主流になった水溶性接着剤は、その名の通り大量の水分を含んでいる。ラバーを張り替えるたびに木材の表面、特に吸湿性の高いウエイタに直接水分を供給しているようなものなんだよ。張り替えのたびにラケットに水を飲ませているようなイメージですね。そう。木材細胞は水分を吸うと一気に膨張し、その後乾燥する過程で収縮する。この激しい変動が先ほど話したヘミセルロースの加水分解や接着層の劣化を直接的に引き起こすんだ。特にウエイタがふやけて柔らかくなると、打球時の鎌離れが悪くなり、スピン反転やスピードが劇的に落ちてしまう。ウィザード株式会社が推奨しているように、ラケットコートで保護するのが必須ということですか？まさに。ラケットコートで表面をコーティングすることで、水分の浸透を物理的にシャットアウトし、木材細胞のふやけを防ぐことができる。これを怠ると、張り替えの度にラケットの芯が失われ、半年もしないうちに死んだラケットになってしまうリスクがある。頻繁にラバーを変える人ほど、ラケットのダメージは大きい。皮肉にも愛用具の寿命を縮めていないか、一度見直してみる必要があるね。次はみんな大好き、カーボンや ALC などの特殊素材についてです。これらの素材自体は劣化しにくいイメージがあります。人工物だから木よりもずっと長持ちするんじゃないですか？確かにカーボンファイバーやアリレートそのものは常温環境なら科学的にほぼ不変だ。湿気も吸わないしね。でも海面応力の熱力学解析データによれば、その不変さこそがラケット全体としての構造的疲労を招く原因になるんだよ。不変なのが原因。一体どういうことですか？周りの木材は湿気や温度で膨らんだり縮んだりするだろう。でも特殊素材の膨張率は実質ゼロなんだ。この膨張率の巨大な格差が環境が変化するたびに木材と特殊素材の接着面に猛烈な先端応力、つまりお互いを引き剥がそうとするストレスを発生させるんだ。木は動きたいのにカーボンがそれをガシッと抑え込んでいる。その喧嘩が接着面を傷めるんですね。その通り。打球の衝撃が加わるたびにこの接着面にかかる負荷は増大し、やがてデラミネーション、剥離が起きていく。特殊素材ラケットは初期性能はすばまじいけど、木材単体のラケットよりも環境変化による構造的な寿命が早く来る可能性があるんだ。これはカタログスペックには決して載らない材料工学的な不都合な真実だ。特殊素材が最強ではなく、それを木と共存させることの難しさを理解すべきだね。この海面での戦いがラケットの響きを徐々に変えていくんだ。特殊素材ラケットの中でも最近はインナー構造が大人気ですよね。木に近い打球感で使いやすいって。でもレポートではインナーの方が寿命が短い、つまり性能変化が激しいという指摘がありました。これ本当なんですか？トップ選手の感覚的な証言と構造疲労の相関データを分析すると、その傾向は明らかだね。アウター構造は外側からカーボンが木材を拘束しているのに対し、インナー構造は一番分厚くて吸湿による膨張力が強いコア材、中心材のすぐ隣にカーボンが配置されているだろう。一番動く木材の隣に一番動かないカーボンがあるわけですね。
そう内側からカーボンを押し広げようとする内圧が常に働くんだよ。このストレスが木材と特殊素材の間の剥離デラミネーションを促進しやすいんだ。外側のウエタが薄いインナー構造はこのエネルギーを逃がしにくいんだ。インナーの方が木に近いから安心だと思っていたのに、内部の戦いは激しいんですね。繊細なタッチを売りにするインナー構造ほど湿度の変化には細心の注意を払わなければならない。もしスイートスポットが狭まったと感じたり、特定の場所で打った時だけ響きがおかしいと感じたら、それは内部での剥離が始まっているサインかもしれないよ。この内圧がいかに接着層の化学的な結合を物理的に引きちぎるか、そのメカニズムを直視する必要があるね。特殊素材ラケットの良さって、やっぱり手に響かない、どこで打っても安定することですよね。でも、劣化が進むと、その一番のメリットが失われてしまうんですか？振動減衰に関する工学的研究によれば、木材繊維が軟化し、接着界面に微細な亀裂が入ると、特殊素材が本来果たしている振動のネットワークが断ち切られてしまうんだ。そうなると、本来素材で打ち消されるはずの不快な高周波振動がブレードの中で乱反射するようになるんだよ。選手がラケットの芯がなくなったとか、手に変な響きが残るようになったと感じる、あの嫌な感覚ですね。そう、カーボンそのものが壊れていなくても、木材との連携が取れなくなれば、それはもう特殊素材ラケットとしての寿命と言えるだろう。特殊素材はあくまで木材を補強している存在。補強対象の木材やそれをつなぐ接着層がダメになれば、いくら中に最高級の素材が入っていても意味がないんですね。その通り、ラケットは一つのオーケストラなんだ。一部が最強でもつなぎ目がダメなら全体の演奏は崩れてしまう。これが複合材料コンポジットの難しさであり、私たちが日頃のメンテナンス、特に湿気対策を怠ってはいけない最大の理由なんだ。2025年の最新ラバー、例えばディグニクス 09C のような繊細なタッチを要求するラバーを使うとき、この制御不能なノイズは致命的なミスにつながるからね。いよいよレポートの最も革新的な部分に迫ります。メカノソルプションという言葉、これ初めて聞きましたけど、ラケットにとって死刑宣告のような恐ろしい響きがあります。具体的にどういう現象なんですか？これは全卓球プレイヤーが知っておくべき非常に残酷な物理現象だよ。単に湿度が高いだけなら乾かせばある程度戻る。でも湿潤と乾燥を繰り返す環境下で打球という外部荷重を与え続けると、木材には最悪の事態が起きるんだ。荷重と水分の変化が同時に起きるのがまずいんですか？そう、メカノソルプションに関する著名な研究論文でも、湿度が一定の時と比べて湿度が変動する環境下では木材の歪むスピードが数倍から十数倍にまで跳ね上がることが確認されている。梅雨時の湿った体育館で練習して水分を吸って柔らかくなったラケットでガンガン打ち込み、帰宅してエアコンの効いた乾燥したヘラで放置。これを繰り返すとどうなるんですか？打ち込んだ瞬間の繊維の歪みが乾燥する時にそのまま固定されてしまうんだよ。これが繰り返されると木材の弾力性は失われ、反発力のない死んだ板になってしまう。これがラケットの寿命を劇的に縮める真犯人だね。練習環境と保管環境の格差をなくすことがラケットを救う唯一の道なんだ。この歪みの固定化がいかに木材の結晶領域の廃校を乱し、不可逆的なダメージを与えるか、そのミクロなドラマを理解してほしいんだ。劣化が進んだラケットの見た目の変化についても知りたいです。自分のラケットが寿命かどうか、自分で見分ける方法はありますか？合板の反りに関する材料力学データにある通り、木材は方向によって収縮率が違い、だから間質サイクルによって反りやねじれが必ず起きるんだ。合板の各層で乾燥スピードや収縮率が違うから、先に縮んだ方が全体を引っ張っちゃうんですね。そう、ゲームルームショップの公式メンテナンスガイドでも触れられているけど、ひどい場合はブレードがボール状に湾曲する。また、表面の上板が急激な乾燥で縮もうとするのに、中身がまだ湿って膨らんでいると、表面に耐えきれない力がかかって割れが生じるんだ。上板の曲面に沿った爪がかかるような細かいひび、あれですね。それだけじゃない。これらの歪みはスイートスポットを物理的に歪ませ、打球の弾道を不安定にする。もし自分のラケットをガラス板などの平らな場所に置いて型付きがあるようなら、それは構造的な寿命が限界に来ているサインかもしれないよ。このねじれが 0. 数ミリであっても、ボールの飛距離にメートル単位の誤差を生むという物理の厳しさについても強調しておきたいね。
打球時にラケットからポコポコとかビビビという嫌な音がすることがありますよね。あれってラバーが剥がれているわけじゃない時もありますが、何が起きているんですか？構造減衰に関する解析によれば、それはブレード本体とハンドルの接合部の緩みが原因であることが多いんだ。接着剤が劣化し、木材が収縮した結果、ハンドル内部にわずかな隙間が生じているんだよ。隙間があるから打球した瞬間にハンドルの中でブレードが暴れている。そう、不快なビビリ音の正体だね。この状態になると手に伝わる感覚にノイズが混じり、繊細な台上処理やレシーブに狂いが生じてしまうんだ。特に湿気と乾燥を激しく繰り返すと、グリップエンドなどの接着が最も剥がれやすくなる。手が覚えているいつもの感覚と実際の打球音にズレが出てきたら要注意ですね。ハンドル内部の劣化は外からは絶対に見えない。でも音は嘘をつかないんだ。自分のラケットを軽く指で叩いてみて、澄んだ音がするか、濁った音がするか。ラケットの声に耳を傾けるのも大切なコンディションチェックだよ。このハンドルの緩みがいかに打球間のフィードバックを歪め、選手の成長を妨げるかという精神面の影響についても語るべきだね。さて次は5枚合板と7枚合板、それぞれの劣化や熟成についてです。層の数によって寿命の感じ方は変わりますか？大きく変わるよ。TT ギアラボのクラシック5プライウォットブレイズラボテストの興味深いデータによれば、層数が増えるほど接着層が性能に占める寄与率が高くなるんだ。5枚合板は接着層が4つ。木材本来のしなりが主役ですね。そう。だから経年によるユリア樹脂の結晶化が起きると、しなりの中にバネのようなコシが生まれる理想的な熟成をしやすいんだ。一方で7枚合板は接着層が6つもあります。接着剤の物性が性能を支配しているんだ。もし5年以上経ってその6つの接着層がすべて結晶化したら、ブレード内部に6枚の高高度プレートが埋め込まれたような状態になるんだよ。古い7枚合板が最新の素材ラケットに匹敵する爆発的な弾みを見せることがあるのは、この接着層の結晶化によるものなんだよ。この木材のしなりと接着剤のプレート化がどのようにバランスをとり、唯一無二の打球感へと昇華されるのか、その黄金比についても詳しく論じたいね。合板とは対極にあるヒノキ短板はどうですか？接着層が一切ないから、これまでのお話とはまた別ですよね。短板は接着層による拘束がない分、実は湿度の影響を最も受けやすい暴れ馬だ。反りや割れのリスクは最大と言っていい。でも短板には相関剥離がないから、大きな割れさえ防げば寿命は非常に長いんだ。さらに、使い込むことで細胞内のヤニ、つまり油分が安定し、適度な乾燥と相まって、製造直後よりも高い反活性能を獲得することがある。これが噂の枯れた打球感。そう。ヒノキ本来の柔らかさと乾燥による高い反発力が同居する。合板が接着剤の力で進化するのに対し、短板は木材そのもののポテンシャルが時間をかけて引き出される。まさに熟成の極みと言えるね。この短板のエイジングがどのように木材密度を変化させ、ボールへのエネルギー伝達率を向上させるのか、その神秘に迫っていこう。今日は本当にラケットを見る目が変わりました。ラケットはただの道具じゃなくて、私たちの管理次第で、ただの劣化にするか、黄金の熟成にするか、運命が変わるんですね。その通り。結論として大切なのは3つのポイントだ。1つ目は保管環境の一定化。除湿剤や密封バッグを活用し、湿度の変化を最小限に抑えること。2つ目はラケットコートなどで水溶性接着剤からの水分ダメージをブロックすることですね。そして3つ目、自分のラケットの接着剤が何系かを知り、現代的な PU 樹脂なら寿命を割り切り、古いユリア樹脂なら熟成を待つという時間軸の戦略を持つことだ。レポントの最後にもある通り、フォア面の最新ラバー、例えばジェネクション V2C などのパワーを受け止めるには、しっかり管理されたラケットという土台が不可欠だ。卓球は物理であり、材料科学だ。道具の経年変化を理解すれば、プレーの安定感もきっと変わる。機材への愛着がいかに技術の向上と密接に結びついているか、最後に語り合おう。ケンジさん、ありがとうございました。明日から私のラケット、もっと可愛がります。ああ、自分だけの熟成ラケットを育てていってほしいね。